今から幸せになろう。今から幸せになろう。今日から。今から。それめっちゃよくない？それめっちゃよくない？洗濯機回してます、今日も。洗濯機回しながら動画回してます。この状況です。で、時間がね、21分って今出てるんですよ。で、今日の目標は、この洗濯機が回し終わるまでに、この動画を収録することです。これまでいろんな YouTuber 見てきました。散歩しながら撮るやつ、車運転しながら撮るやつ、サーフィンしながら撮るやつ、掃除機の横で撮るやつ。でもね、洗濯機を回しながら撮るやつは見たことがなくて、ひょっとしたらいるのかもしれない。ひょっとしたらいるのかもしれないけど、やっぱりうるさいんだよね、音がね。当たり前だよね、回ってんだから、本当に。で、動画も回ってると。動画も回しながら洗濯機も回ると。熱っ。今日ね、しかもね、洗濯機の中に入ってるものが少ないです。今日はヨガじゃなくてランニング朝終えてきたんですけどね。で、寒いから最近、大和道のメリノフーディーを着て、こう被って走ってるんですけど、で、それを着終わって、走り終わって、メリノフーディー入ってます。で、もうそれしか選択するものが見つからなかったので、で、手ぬぐいですね。手ぬぐいを入れましたね。手ぬぐい洗ってやろうって思って、久々に。だからその2つしか入ってないです。で、洗濯機を回してる。ハッピーですよ。随分それだけでもハッピーになってる。やっぱりこう洗濯機を回すことによって自分の人生が回っていくっていうところはあると思っていて、基本をしっかりやるってこと。生活をやっぱりおろそかにしないっていうのかな。どうしても自分がやりたいこととか、他の予定とか、仕事とか、そういうことを優先してしまうんですよね、人っていうのは。そっちの方が大事って思ってるから。でもそんなことよりも、今この瞬間に洗濯機を回すことの方が大事だったりするんですよ。中島みゆきの歌にね、時代っていう歌あるでしょ。回る回るよ時代は回るって。喜び、悲しみ繰り返しって。その感じですよね。回る回るよ洗濯機は回るっていう。だからね、洗濯機を回してるってことはもう時代を回してるっていうことで、ほぼほぼね、時代を回してるってことなんですよ、これは。洗濯機を回すっていうことは。で、時代を回してるってことは自分も回ってるってこと。で、自分を回すことによってこの時代が回るってこと。時代があって自分があるんじゃなくて、自分があって時代があるってこと。社会もそうです。社会があって自分があるんじゃなくて、自分があって社会があるってこと。だから、どう生きてもいいんですよ。どうやって生きてもいいんですよ。今から幸せになる。今から幸せになろう。やっぱりこう、幸せじゃない人っていうのは、いつか幸せが自分にも来るんじゃないかって多分思ってるんですよね。で、それはお金を貯めてお金持ちになった後かもしれないし、あるいは結婚したら幸せになれるって思ってるかもしれないし、あるいは会社を辞めたら幸せになれるって思ってるかもしれないし、定年したら私は幸せになれるって思って今頑張ってる人もいるでしょう。でもそんな先のことを、先にその幸せを追い求めていっても、それが手に入るかどうかは分からなくて、分かんないんですよ。それが手に入るかどうかは。何年かかるんだって。
何年かかるんだって、その幸せになるために。だったらこの瞬間から幸せになれる。それが選択をすること。そして今生きてるってことを感じること。今生きてることを感じるために選択をする。同時にネスカフェを飲む。そして動画を回す。ちょっといろんなことやりすぎ。マルチタスクしすぎ。でもね、今やっぱ呼吸できてるってこと。そして今日も晴れていて、で散歩ができるっていうこと。何よりこの喋れる健康な体があるっていうこと。なんかそういうことすべてが幸せだなって思うんですよね。もちろんそういうヨガとか運動とかそういうものもすごく自分の幸福感に役立ってると思ってます。そして物を持たないこと、これも幸福感につながっています。確実に。物を持たないことによって管理の手間を減らしている。煩わしいことが少なくなる。ストレスがなくなる。同じ服を毎日着続ける。自分が服を持っていないってことが幸せなんですよね。これ結構友達とかに言うと結構変な話って、変なやつだと、もともと変なやつだと思われてるんですけど、変なことだとね捉えられるんですけどね。でもある冬の日にこう自分が同じ服を着て今日も太陽の下を歩いてるっていうことをふと感じる時があって、でそれはこうじんわりとこう日陰のなんか路地から急に開けたところに出て、昼間の太陽が冬の太陽が自分にこうぐっと自分を照らしてくれた時に、でそこでじんわりとこう暖かくなる時で、その時に地球を感じるし宇宙を感じるんですよ。で今日も同じ服を着ている。同じ服がその光によって温められている。なんかそんな時に幸せだなってじわっとくるんですよね。選ぶものがないから、他にその自分が着るものがないから、今日も同じ服を着ている。そして同じ服しか着ていないから、今日もこの私トップスを選択するタイミングを逃している。逃し続けているんですよ、選択をするタイミングを。汚いとかクッサとか言わないでね。クッサってすぐ言ってくるからみんな。クッサだろって、お前毎日同じ服着てるからクッサだよねって言ってくる。言わないでね。それ言わないでね、思ってても。で、匂わないためにこのメリノの服を着ていて、全然匂いません。びっくりするぐらいに。びっくりする。全然匂わない。で、それは自分の匂いだからって結構ね、そういう意見ももちろんあるにはあるんですけども、でもね、結構ね、僕は嗅がせてるんですよ。友達とかに結構嗅がせてて、自分の服を。どうだって。匂わないでしょって。たら、なんか、これ、時丸の匂いじゃないみたいな感じで。そこはある程度あるかもしれないですけど、でもそういうふうに、一つの服を着続けるっていうことが、なんかね、再確認するんですよね。自分の体調とか人間を。服をコロコロ変えていると、やっぱりそれはそれで楽しいですよ。新しい自分に毎日出会える。今日の気分はこれだから私はこういう気分でいる。今日出かける場所がここだから私はこういう格好をしていく。今日会う人にどういう風に見られたいから、もっと美しくもっとかっこよく見られたいから今日はこの服を着ていく。好きな人に会うためにこの服を着ていく。でもね、毎日同じ服を着るっていうことは、自分が裸にならなければならないんですよね。で、自分というものを服によって着飾ることがもうできないので、自分が生身になるっていうのか、自分の本質みたいなものが同じ服を着れば着るほど浮かび上がってくる。で、それによって
自分の何もなさがわかるし、自分が何者でもないっていうことがわかるし、自分がただのミニマリストアラフォーだって、中年だっていうことに、もう厳しい現実にやっぱりこう突き当たるんですよね。同じものを着続けているとね、どうしても。だからかなり大変なことではあるし、たくさんいろんなワードローブの中から自分の服を選んで着こなしていくよりも、ちょっと最初は落ち込むかもしれない。それによって自分は幸せじゃないって感じる人ももしかしたらいるかもしれない。でもそれからです。それを乗り越えた先に、さっき話したような、ある冬の晴れた日に日陰からパッと外に開けたところに出た時に、太陽が自分を照らして温めてくれる瞬間、そこに出会った時に、今日も生きてていいんだって、幸せなんだって、ものすごいこう、もう心の中から溢れるような幸福感みたいなのが出てくる。体調も大事ですね。やっぱり幸福感っていうのは、これ馬鹿げてるかもしれないんですけど、腸から来ると思っていて、腸はまあ内臓ですね。内臓なんですけど、基本的に僕たちがなんか自覚しやすい内臓っていうのは、やっぱり食べ物を食べて、あるいは飲み物を飲んだ時に、それがそのまま通っていく器官だと思うんですよね。で、つまり口から食道で胃に入って、でそこから小腸、そして大腸みたいな感じで、やっぱその一連の流れ、そのあたりがなんとなく内臓と認識している部分で、でその中でもやっぱり消化とかを司る、こうもちろん胃袋っていうのも結構自分の満腹感とか幸福感とか、そういうものと直結するところだとは思います。ただ僕は専門家ではないので、そういう医学的な詳しいところは全然言えないんですけど、腸はさらにその下に位置していて、いわゆる丹田とかね、その力が一番宿る場所っていうふうに言われたりもするし、あとは第二の脳って言われたりしますよね。やはり消化器官でありながら、取り込んだものを全て体に小さな栄養にして運ぶっていう場所でもあるので、腸の機能が健全に働いていないと、食べてもそれが自分の体に循環しないってことになるんですよね。で、それと同時に、そこで自分の体に必要なもの、不要なものっていうものを分別して、そして外に排出するっていう、いわゆる悪いものとか毒素とか、そういうものを外に出す前の準備期間でもある。だから腸を整えるってことが、自分の体の中にエネルギーを循環させて、そして不要な毒素とか不要なものは出すっていうところを強くしてくれるっていうか、でやっぱりそこで整うんですよね。だから自分はサウナで整うとか瞑想で整うとか、そういうところよりも、そういうところももちろんいいとは思うんですけど、やっぱり体調っていうか腸を整えるっていうことが一番幸福感に直結するなって思っていて、なんかね、20代の頃はこれに気づけなかったんですよね。なぜか麻痺していたんでしょうね。お酒とかもむちゃくちゃ飲んでたし、日々食べるものももう今日とにかく食べたいものを食べる。で、自分がもう食べたいものを食べて満腹になればいいみたいな、とにかくお腹を満たす。いろんな出かけるたびにね、友達とか会食とかに合わせて好きなものを食べる。でもそこでやっぱり一時的な幸福とか楽しさはあるんですけど、自分の体調っていうか、そこをおろそかにしていたんですよね。だからいつまで経っても今感じるような
この瞬間からの幸せみたいなものに気づくことができなかった。やっぱりヨガを始めてから食べ物に結構気をつけるようになって、こうお酒を減らしたのもそうだし、でも具体的に、実際にはそのヨガを始める前から僕はそのいろんな食生活のトライをしていて、ベジタリアンやったり、ペスカトリアンやったりとか、あとビーガン的な、本当にその卵とかも一切食べないみたいな、純粋にその野菜だけみたいなことを試したりとかを、いろんなその食生活試しましたね、一通り。ビーガンはね、ビーガンとかベジタリアンは3ヶ月ぐらい続けましたね。でその時、ものすごく調子は良くて、でもなんとなく戻っちゃったんですけど、やっぱりこうタンパク質を補給するのが難しいっていうところだったりとか、あとはその野菜が多くなるとその体が冷えやすくなったりとか、油の方が体を温めるあれがあるんですよね、効果が。だから野菜に油かけて、食べたりすることになるんですけど、そうするとどうしてもその CPF のバランスが崩れて、でお金がかかるんですよね、ベジタリアンって。結構その野菜で通常1日に必要なカロリーを取るには結構な量を食べなくてはいけなくて、でしかもその中でいろんなその野菜の良し悪しみたいなものを選んでいると手間もかかるし時間もかかるしお金もかかる。だからそこのハードルがやっぱり高いなと思っていて、でもちろん東京はそのビーガンレストランだったりとか、結構ビーガン食を結構出してくれるようなところも、ハラールフードっていうのかな、そういうの出してくれるところもだいぶ増えてきてますけど、それでもやっぱりカナダとかアメリカとかね、ロンドンとかに比べるとまだまだそのこうビーガン的なところはこう少ないところがあったりして、お店を選ぶのも難しいし、手間もかかるしお金もかかる。でもなんかこう体の調子はなんとなくその時良くなったような気はしてます。でいろいろそういうこう食生活をやった後にやっぱりこうヨガが入ってきて、でヨガをやり始めるとどうしてもその朝早起きして練習しなければならないっていうことだったりとか、その一日の生活リズムがまず変わるっていうことがあったりして、食生活も変わるんですよね、それに伴って。でヨガをやるには空腹状態でなければならないので、なるべく前夜の夜早めに食事をとって、で休んで、でだから9時に寝るんだとしたらその2時間前にはとっておかなきゃいけないから、大体もう7時とかで、今僕大体5時半から6時半ぐらいの間にとるようにしてるんですけど、晩ご飯を。だからこれ会社勤めとかやってたらこれ無理なんですよ。だからそれもあって、だから全部総合的にミニマルにした結果そういう生活ができてるんですけど、やっぱりそういうこう寝るまでの時間を結構空けた方がいいんですよね、食事をとってから。その方が軽くいられるし、でいわゆるその最近ほらデジタルじゃないや、フードデトックスっていうのかな、プチ断食とかよく流行ってるじゃないですか。12時間とか16時間ぐらい空腹時間を作るっていうので、それって普通にって言ったらあれですけど、ヨガやってたら自然とそうなるんですよね。だから6時とか7時、6時に食べるじゃないですか。そして9時に寝るじゃないですか。で5時に起きる。でそこから5時半から1時間半練習したら、もうそれだけで、7時とか8時になりますよね。でそうなるともう12時間で、シャワーとかそういうね準備時間とか入れると14時間とかが全然もう食べないっていう状況になるんで、なんか毎日それをやってるような感じなんですよ。だから結構そういうだからプチ断食とかを言ってるのも流行ってるなっていうのは分かるんですけど、僕の中では普通のことなんじゃないかなっていうか、自分が普通にそのヨガやって生活していれば、自然とそうなるよねっていう感じなんですけど、でそういう感じで食べ物とかも変わるし、で
やっぱお肉とかね、そういうこう重めのものとか油系とか焼肉とか、なんかそういうものをやっぱ夜に食べると、もう次の日体の重さを感じて、で、それはまあ年齢的な問題ももちろんありますよ。うん、もうだいぶね、独身無職のアラフォーですから、年齢的なものももちろんあるにはあるんですけど、でもやっぱりこう、そういうものを、油系のものを夜取ると、どうしても朝重いなっていうのがあります。もう感じます。如実に。うん。なんかこう油っていうものがやっぱ消化しづらいものであるし、残ってるなっていうのが感覚があって。で、そうなると、今度そのヨガの練習していても、なんかね、ちょっとこう、詰まるというか、重いなっていう感じる時があるんですよね。だからそれをこう感じるのが嫌だから、夕食を軽くしようって。で、当然お酒も飲むとパフォーマンス落ちるんでお酒も飲まないって。うん。そういうループに、だらだら喋っていたら洗濯が終わりました。え今から幸せになりましょう。洗濯物を干していきたいと思います。いってらっしゃい。